運動不足で体重を落としたいけど、激しい運動は続かない。普通のジムは雰囲気が苦手だし、女性同士で気楽に通いたい。そんなあなたにおすすめなのが、女性専用フィットネス、カーブスです。全国に約2000店舗を展開し、会員数は86万人以上。2024年時点を誇ります。1回わずか30分のサーキットトレーニングで予約も不要。利用者の平均年齢は50代、60代が中心です。月額料金は6820、7920円、税込みほどで、入会金は16500円、税込み。会費を払えば何度でも通い放題なので、週3回以上通う人も多く、実際に週3回の運動習慣がメタボ改善に有効という研究結果もあります。入会時期によっては入会金無料や体験回数券などのお得なキャンペーンも随時実施されます。基本的な利用時間は平日10、13時、15、19時、土曜は午前中のみ、日祝休みで、シャワー設備はありません。その代わり着替えの必要もなく、普段着に近い動きやすい服装、上履きで気軽に始められます。また、カーブスのコーチと会員は全員女性で、スタッフが一人一人に合わせてサポートしてくれるため、初心者でも安心です。油圧式マシン12台を使い、筋トレ、有酸素運動を30秒ごとに交互に行い2周回る独自プログラムで、短時間でも効率よく脂肪を燃焼できます。月に1度の計測や面談サポートもあり、結果を確認しながら目標に向かえる仕組みです。勧誘目的の電話連絡やサプリ等の物販紹介が行われる場合もありますが、必要ない場合はきっぱり断れば問題ありません。料金面では一般的な総合ジムより割高との声もありますが、月1万円以下で通い放題という手軽さとサポート付きの安心感が魅力です。おすすめできる人は、運動が苦手で長続きしない人、周囲に男性がいる環境だと緊張する人、激しいトレーニングより健康維持目的の人です。逆におすすめできない人は、本格的な筋力アップや高度なトレーニングを求める人や、好きな時間に好きなだけ運動したい人、営業時間の制約ありでしょう。よくある誤解として、カーブスでは痩せないという声もありますが、実際は通い方次第です。無理のない運動で基礎代謝を向上させつつ、食事管理を組み合わせた例では大幅な減量に成功したケースも多く報告されています。一方で、勧誘がしつこい、高齢者ばかりといった不安の声もあります。そこで、ここから実際にカーブスを利用した人たちのリアルな体験談をご紹介します。体験者の年代や感じたことも様々ですので、ぜひ入会検討の参考にしてみてください。体験談1、40代女性の体験です。ダイエット目的で無料体験に参加しましたが、そこで待っていたのは予想外の勧誘構成でした。30分間運動できると聞いていったのに、実際にマシンに触れたのはほんの5分程度。その後は50分以上もスタッフから入会を強く勧められたのです。コーチからは、健康になるの楽しみにしててくださいね、と明るく連呼されましたが、入会するとも言っていないのに20回近くも言われるとさすがに戸惑います。強引すぎる勧誘に、一体これは運動体験ではなく営業なの？と不信感が募り、結局この女性はその場での入会を見送りました。最初は良いジムかもと思ったのに、推しの強さに一気に冷めてしまった、と残念そうに語っています。驚きと落胆が入り混じった体験となり、もし入会してもずっと売り込まれそうと感じてしまったそうです。体験談2、30代女性の体験談です。通勤途中の駅前でスタッフに声をかけられ、興味本位でチラシを受け取ったところ、その場でアンケート記入をお願いされました。最初は少しならと応じましたが、体の不調や生活習慣について根掘り葉掘り聞かれ、次第に妙な圧迫感を感じます。
そんなに困っていないと伝えても、ちゃんと調べた方がいいですよと強引に無料体験の日程を決めようとしてきて、まだ初対面なのに通勤場所や空いている日時などプライベートに踏み込んだ質問を連発されました。不安になった彼女は、この勧誘の強引さは普通じゃないと怖くなり、チラシを返して立ち去ったそうです。本当は運動自体には興味があったものの、勧誘の時点で信頼できないと感じ、結局カーブスへの入会は諦めてしまいました。親切心というより入会させることしか考えていない印象でもったいなかったと振り返っています。体験前の段階で感じた予想外の恐怖感に視聴者の方も驚かれるかもしれません。体験談3、50代女性主婦の体験です。健康のためにと入会しましたが、通い始めてしばらくするとコーチからの物販や紹介の勧めにうんざりしてしまいました。毎回運動後にプロテインの購入を勧められたり、お友達も誘ってみませんかと紹介キャンペーンの話をされるのです。最初は熱心だなと聞いていましたが、彼女が断ろうとするとコーチの表情がピクリとこわばったのが分かりました。健康のためとか言いながら、結局売り上げのことしか考えてないのではと感じてしまい、一気に幻滅してしまったといいます。実は運動自体はちょうど良い強度で気に入っていたそうですが、営業トークが続くうちに気持ちが冷めてしまい、こんな調子では安心して通えないと退会を決意。退会時、結局セールスばかりで嫌になりましたと正直に伝えると、コーチには驚かれましたが、彼女の意志は固かったそうです。サービスへの信頼が揺らいでしまった残念なケースでした。体験談4、30代女性会社員の体験談です。仕事を休職中の期間を利用して様々なジムを見学し、入会金無料、30分で完了、予約不要という手軽さに惹かれてカーブスに入会しました。しかし、通ってみると期待と現実のギャップに驚きます。体重は食事制限なしでは減らず、代わりに骨密度アップなど健康面の変化に止まりました。それ自体は良かったものの、土曜は午前中だけ、日曜、祝日休みという営業時間ではフルタイム勤務に戻った後は通いづらく、平日も最終受付18、30では仕事終わりに駆け込むのが精一杯です。さらに店舗内は自分以外ほとんどが年配女性で、運動中に珍しいわねという視線を感じる居心地の悪さもありました。おばあちゃんたちのおしゃべりが賑やかすぎて集中できないこともストレスに。結局、彼女は入会から2ヶ月で退会することにしました。ところが退会手続きを申し出ると、スタッフから、本来、退会は前月申請が必要なので今すぐ辞めるなら翌月分の手数料315円がかかります、と言われます。最初に聞いていなかったため、そんな話聞いてないです、と彼女は憤慨。さらに、退会の意思を伝えた途端にそれまで親切だったスタッフの態度が急によそよそしく冷たいものに変わり、深く傷ついてしまいました。最後の対応があんなに塩対応だと、30年経ってももう行きたくないですね、と彼女はこぼしています。環境のミスマッチと退会時の不快な体験が重なり、せっかくの前向きな挑戦が苦い思い出になってしまいました。体験談5、40代女性の体験です。別のジムに通う友人の勧めでカーブスに入会し、1年間ほど通っていました。運動自体には満足していたものの、仕事や家庭の都合で徐々に通えない日が増え、気づけば会費だけ払っている月も出てきました。行かなきゃという焦りはありつつも時間が取れず、ついサボりがちになってしまったのです。そんな時、カーブスのスタッフからお元気ですか？コールがかかってきました。最初はプレッシャーだなと感じたものの、自分のことを気にかけてくれているんだと思い直し、再び通うきっかけになったそうです。結局、ライフスタイルの変化で退会することにしましたが、退会手続き自体はあっさり終わり、ご都合が合えばまたいらしてくださいねと案外あっさり見送られました。
心配していたようなしつこい引き止めもなくほっとした反面、もっと計画的に通えていればお金を無駄にしなかったのにと少し後悔も残ったとか。それでも電話で背中を押してもらえたおかげで最後にもう一度通う気力が湧いたのは良かったと語っており、スタッフのフォローに感謝と複雑な気持ちを抱いた体験談でした。体験談6、30歳の女性のエピソードです。知人に誘われてカーブスの体験に行きましたが、入会は見送りました。理由はシンプルで、彼女は減量の必要がなかったからです。体験時に体重や体脂肪を測られ、もっと痩せたいですかと聞かれましたが、自分は標準体型だったためピンときませんでした。それよりも気になったのは、運動して汗をかいてもシャワーを浴びずに帰宅しなければならないことです。これは正直きついなと感じ、入会をお断りしたそうです。自宅で軽い筋トレを続ける方が性に合ってると考え直し、その後は市営ジム1回300円でシャワー完備に通ったとのこと。カーブス自体のプログラムには興味を惹かれたものの、自分には必要ないサービスだったと判断した彼女。とはいえスタッフさんは感じが良かったし、自分にとって本当に必要になったらまた検討したいと前向きに締めくくっています。必要性や環境が合わない場合、無理に入会しない決断も大事だと教えてくれる体験談です。体験談7、40代後半の女性はテニスで体を動かすのが趣味でした。筋力アップも必要と感じカーブスに通った時期がありますが、結局続きませんでした。理由の一つはコーチからのある一言。運動中に最近歩くの速くなりましたねと褒められたのですが、彼女にとっては嬉しいどころか、もともと速いわいと内心突っ込みたくなるものだったそうです。自分が普段から意識していることを高齢者扱いのように言われた気がしてしまい、微妙な気持ちに。カーブスのプログラム自体は悪くないものの、彼女には強度が物足りず、まだ自分が利用するには早かったと感じたとのこと。結局65歳を過ぎて体力が落ちてきたらまた考えるわと割り切り、数ヶ月で退会してしまいました。この体験から彼女は自分に合う運動強度を見極めることが大切と学んだそうです。カーブスは優しく声をかけてくれる反面、アクティブな人には物足りなく感じる場合もある、そんな温度差を感じた体験談でした。体験談8、50代女性主婦の体験談です。カーブス歴半年ほど経った頃、彼女はある悩みを抱えていました。運動そのものは楽しく続けられていたのですが、定期的に勧められるプロテイン購入が負担に感じられたのです。コーチからタンパク質もしっかり摂りましょうと熱心に提案され、最初は何度か購入しました。しかし家計もあるので断ろうとすると、相手の表情が曇るのがわかります。その上、お友達紹介してねと何度もお願いされ、とうとう彼女はストレスを感じてしまいました。ついにもう買いませんし誰も誘えませんとはっきり伝えて断ったところ、コーチの態度がピリついたのだとか。それ以来ジムに行くのが憂鬱になってしまい、運動自体は気に入っていたのに本末転倒だわと落胆。結局その女性は退会し、現在は自宅でできる運動に切り替えています。運動の内容は良かっただけに残念、売り込みさえなければ続けたかったとのことで、営業ノルマの弊害を感じさせるエピソードでした。体験談9、40代女性の体験談です。カーブスに通い始めて約1年、なんと8キロの減量に成功しました。もともと運動習慣がなく太り気味だった彼女ですが、週に3、4回コンスタントに通い続けた結果、体重がみるみる落ちていったそうです。コーチも会員も全員女性なので、ウェアをバッチリ決めなくても平気なのが気楽でしたと話します。おしゃれなスポーツウェアを買い揃える必要がなく、T シャツとパンツで気負わず通えたのが長続きの秘訣ですね。一方でシャワーがないのと利用できる時間帯が限られるのは少し不便だったとも正直に語っています。
それでも短時間で効率よく運動でき、家事や仕事の合間にも通える手軽さは大きなメリットでした。何より体が軽くなり、階段も楽に登れるようになったと日常生活で効果を実感できたことが嬉しかったそうです。数字上の成果だけでなく、毎日の疲れにくさが違うと笑顔で語る彼女の姿から、カーブスのもたらした健康的な変化がうかがえます。体験談10、30代女性会社員の体験です。出産を機に増えた体重を落とそうと決心し、食事にも気をつけながら週4回のペースでカーブスに通いました。その結果、わずか4ヶ月で体重が 12kg、70kg から 58kg 減少し、ウエストやヒップも9センチ以上サイズダウン。最初は週2回くらいでしたが効果を感じられず、思い切って週4回に増やし夕食の炭水化物を控えたんです。それから一気に結果が出ましたと彼女。ところが安心して週2回に頻度を落とすと、リバウンドで5、6kg戻ってしまったとか。ちゃんと指導通りにやれば効果が出るし、サボれば戻る。当たり前だけどそれが身に染みましたと苦笑いです。ただ体重が減っただけでなく、太ももやお尻が引き締まったことで見た目も変化し、家族から別人みたいと言われたと嬉しそうに語ります。彼女は自分一人ではここまで頑張れなかった、強制的でも運動習慣がつく環境のおかげと分析しています。カーブスのプログラムの有用性と継続の大切さを実感した成功例と言えるでしょう。体験談11、50代女性の体験談です。もともと運動不足で筋肉が少なく、体重は標準でも体脂肪率が高めだった彼女。カーブスに通い始めてから数ヶ月で体脂肪率が減少し、筋肉量が増加し、体重が 2kg 増えたことを喜んでいます。一見体重は増えたけど、締まった体になって動きやすくなったんです。表で見ても姿勢が良くなったし、何より疲れにくくなりましたと笑顔でコメント。実は彼女、カーブスに通う前は体重減少、痩せすぎが心配で入会した経緯がありました。食が細く筋力が落ちていたため、医師から軽い運動を勧められたのです。そこで筋力アップ目的で始めたところ、みるみる筋肉がつき、周囲からも顔色が良くなったと言われるほど元気に、今では適正な体重と体脂肪に落ち着き、数値以上に日常生活の質が向上したと感じているそうです。痩せるだけが全てではなく、筋肉を増やして健康になるというカーブスのもう一つの価値を教えてくれるエピソードです。体験談12、60代女性の体験談です。1年半ほどカーブスに通った彼女ですが、体重に大きな変化はありませんでした。毎日のように通っても 2kg 程度しか減らなかったそうです。しかしその代わり、筋肉量は明らかに増え、内臓脂肪も減少しました。何より嬉しかったのは、階段を上がっても息切れしなくなったことです。昔は2階に上がるだけでゼーゼーしていたのに、今は平気になりました。体力がかなりついたと実感しますと語ります。また、カーブス入会前から悩んでいたご実肩の痛みが、毎日のストレッチと筋トレのおかげでいつの間にか完治してしまったそうです。あれほど辛かった痛みが嘘みたいに消えて、本当に嬉しいと笑顔で振り返る彼女。短期間で劇的に痩せることは難しくても、筋力や柔軟性の向上による健康効果は確かに得られるといいます。今は体重よりも自分の体が動く喜びの方が大きいですねと生き生きと話してくれました。体験談13、60代女性の体験談です。食事制限なしで緩やかに通い続けた結果、確実に減量できたケースです。週に2、3回、無理のない範囲で1年以上続けたところ、体重が 3kg 減り、周囲から姿勢が良くなったねと言われるようになったそうです。彼女はジム内では他の会員とのおしゃべりには加わらず、黙々と自分のペースで運動しています。もともと一人で黙々とやりたいタイプなので、
あのゆるい雰囲気が逆に居心地いいんです。周りがおばあちゃんばかりでも特に気になりません。とのこと。以前は普通のスポーツジムに通ったこともありましたが、スタジオプログラムで場所取りトラブルにあったりして嫌な思いをしたそうです。その点、カーブスはみんな順番にマシンを回るから余計な気遣いがいらない。自分には合っていました。と語ります。理想は週3回通うことですが、仕事で行けない週もあるとか。それでも、ハードすぎると続かないから、このくらい緩い方が私にはちょうどいい、と微笑みます。カーブスならではの緩く長続きできる良さを実感した体験談と言えるでしょう。体験談14、72歳の女性の体験です。70代に入った頃から首の痛みに悩まされていた彼女は、ある日手にした無料体験カードをきっかけにカーブスに入会しました。首が回らなくなってしまって、マッサージやストレッチでは治らず藁にもすがる思いでした。という彼女。正直、最初はマシンを動かすのも大変で、初日は体がほてって夜なかなか寝つけないほど疲労を感じたそうです。しかし1ヶ月ほど通ううちに、嘘のように首の痛みが消えてしまったのです。筋トレしただけで治っちゃうなんてすごい。カーブスって本当にすごい。と、その効果に大感激。それからというもの、彼女は週3回ペースで通い続け、体はみるみる変わっていきました。例えば、以前は苦手だった水泳で 25M を息継ぎなしで泳げるようになり、趣味の卓球ではフットワークが軽くなりました。自転車で近所の坂道も登りきれるようになり、声楽のレッスンではお腹から声が出て高音が出るように、さらに庭仕事では重いつるはしを振り下ろして木の根を抜けるほど腕力がつき、荒れていた庭が見違えるようになったそうです。何よりも本人が驚いたのは、若い頃のように開脚ストレッチができるようになったこと。柔軟体操もバカにできませんね、と笑います。カーブスでは毎回、入り退店時にコーチが明るく名前を呼んで挨拶してくれます。月1回の計測では結果をコーチと一緒に確認し、張り出された利用者の川柳にクスッと笑うこともあるとか、他の利用者さんが真剣に運動している姿を見ると自分も怠けちゃいられないって励まされるんです。疲れている時こそカーブスに行こうって思えるようになりました、と彼女。人生100歳も夢じゃない、筋トレを続ければ、が今の口癖で、100歳まで元気に生きる目標もできたと言います。カーブスとの出会いが彼女の人生を大きく前向きに変えた、まさに感動的な体験談です。体験談15、73歳の女性の体験談です。彼女はカーブス歴が10年を超えるベテラン会員。還暦を迎えた頃に妹に誘われて入会し、以来週2に3回のペースでコツコツ通い続けています。入会当初、筋力不足で整形外科のリハビリに通っていた彼女にとって、カーブスで体を動かす習慣はまさに、これだ、という出会いだったそうです。10年の間には、一緒に頑張っていた顔なじみの会員さんが来なくなったり、コーチが交代したりと様々な変化がありました。また、彼女自身も最愛の夫を病気で亡くすという辛い出来事があり、一時期カーブスに通えない時期もあったといいます。それでもコーチたちは変わらず励ましの言葉をかけ続けてくれ、久しぶりに行けば待ってましたよ、と明るく迎えてくれました。落ち込んで家に閉じこもりがちな日でも、勇気を出して教室に足を運ぶと、コーチとの何気ない会話や軽い運動で心も体も不思議と軽くなって帰路につくことができたそうです。そんな彼女に転機が訪れたのは、夫の死から2年ほど経ったクリスマス。ふと一人で海外旅行に行ってみようと思い立ち、女性限定ツアーに参加したのです。現地では早口の英語に苦労しましたが、1週間の旅行を無事やり遂げ、カーブスで鍛えていたおかげだと痛感しました、とのこと。さらに驚くべきことに、彼女は最近になって自宅を売却し、カーブスのある町の徒歩圏内に引っ越しました。カーブスに歩いて通えるという理由が大きな決め手だったそうで、生活の中心にカーブスが根付いていることが伺えます。彼女はこれからもカーブスで体も心も元気にして、
ずっと自分の足で歩いて人生を楽しみたいと目を輝かせています。悲しみを乗り越え新たな生きがいと仲間を得たその姿に胸が熱くなりました。体験談16、70代女性の体験談です。孫と公園を散歩するのが何よりの楽しみだった彼女ですが、少し前までは足腰が弱く長く歩けませんでした。そこで体力づくりにとカーブスに通い始めたところ、徐々に脚力と持久力がつき、お孫さんと並んで歩いても遅れを取らなくなったそうです。坂道も楽に登れるようになって本当に嬉しいと笑顔を見せます。孫と遊ぶ時間が増えたことで本人の表情も明るくなり、家族もこんなに元気になるなんてと驚いているとか。週2回ペースで無理なく続け、今日は孫に会う前にカーブスで一汗かいてくるねというのが日課になりました。運動嫌いだった私が孫のおかげで頑張れていると照れくさそうに語る彼女。その姿からはカーブスで得た健康と孫との絆が生み出した幸せな相乗効果が感じられます。体験談17、50代男性から見たエピソードです。彼の母親80代は数年前からカーブスに通っています。当初息子である彼は高齢の母にジムなんて大丈夫かと心配していたそうです。しかしコーチからお母様最近来られていませんがお元気ですかと電話が入ることが何度かあり、運動不足で体調崩してないかなと気遣ってくれている様子に驚きました。カーブスの電話連絡は安否確認が目的ではないのでしょうが、家族としては連絡をもらえると少し安心できたといいます。本人も電話もらったし行かなきゃって感じでまた通い始めたりしていい刺激になっているみたいですと息子さん。実際お母様は通い始めてから筋力がつき転倒しにくくなったとか、離れて暮らす家族にもメリットがあるなんて思わなかったと彼は笑顔で語ってくれました。体験談18、50代女性の体験談です。子育ても一段落し、自分の健康のためにと通い始めました。最初は知り合いもおらず緊張しましたが、カーブスはコーチとの距離が近く、毎回さん、こんにちはと明るく名前で迎えてくれるのが嬉しかったそうです。運動中もいいですね、その調子と声をかけてもらい、まるで専属トレーナーとマンツーマンでやっているような安心感があったとか。一人だったら絶対サボってた日もコーチに会うと元気をもらえるんですと彼女は言います。実は彼女、意志が弱く長続きしない性格だったため、途中サボりがちな時期もありました。そんな時、コーチから優しく電話で最近お見かけしませんがお元気ですかと連絡があり、見守ってもらっている安心感でまた通い直したそうです。ジム内には同世代の仲間も増え、顔を見ると今日も一緒に頑張りましょうねと自然に声を掛け合う関係に。優しいコーチと頑張る仲間と一緒だから筋トレも続けられて自分も生き生きできる場所ですと彼女は断言します。カーブスで得られたのは筋力だけでなく、人との触れ合いによる前向きな気持ちだったようです。体験談19、60代女性の体験談です。彼女の母親、当時70代後半はぽっちゃり体型でしたが、カーブスに通い始めて半年ほどで周囲が心配するほどスリムになったそうです。久しぶりに会った親戚に痩せすぎじゃない、大丈夫と言われたくらいと娘である彼女も驚いたとか。それくらい効果が出たものの、数年続けた後に母親は膝の痛みを感じ始め退会しました。しかし退会手続きは拍子抜けするほどあっさりしており、しつこい引き止めや営業電話も一切なかったそうです。母は高齢だったけど、辞めた後もまた運動しなきゃねって前向きで、ちゃんと結果が出たからこそそう思えたのかなと娘さんは振り返ります。効果があったからこそ辞め際も爽やかでいられたのかもしれません。カーブスでの減量成功とその後の対応まで含めて安心できたケースとして心に留まったそうです。体験談20、70代女性の体験談です。
彼女はカーブス歴5年以上のベテランで、週2回ペースで無理なく続けてきました。その成果はしっかり現れており、始めてから半年ほどで健康的に体重が減少し、周りの人たちも驚く変化だったといいます。週2回30分だけでいいみたいよ、と本人は笑いますが、それでも継続は力なり、今では自分でもびっくりするくらい元気になった、と感じているそうです。年齢的に激しい運動は難しいため、この適度な頻度と強度が長続きの秘訣でした。家族からも、以前より表情が明るくなったね、と言われ、毎週決まった日に行くのが生活の張り合いになっている、とのこと。彼女にとってカーブスは健康維持と生きがいを両立させてくれる大切な場所になっています。この年でも結果が出るなんて思わなかった。やれば変われるのね、としみじみ語るその横顔は自信に満ちていました。まとめ、全体の要点。以上、20件の体験談をご紹介しました。全体を通して見えてきたのは、カーブスでは続ければ確かな変化が出るということです。短期間で劇的に痩せることは難しいものの、定期的に通うことで体力が向上し、筋肉量や骨密度の増加といった健康面の改善が得られています。週3、4回しっかり通って大幅減量に成功した例や、筋力アップにより慢性的な痛みが解消したケースも多く見られます。一方で、週1、2回では効果が実感しづらいとか、通う頻度を落としたらリバウンドしたという報告もあり、継続頻度が鍵と言えそうです。カーブスは短時間で完結するため忙しい人でも習慣にしやすい反面、営業時間が限られているため現役世代には通いづらいという意見もあります。またシャワー設備がない点は、人によっては大きなデメリットとなります。利用者の平均年齢が高く、おばあちゃんばかりという状況に戸惑う人もいれば、気楽で良いと感じる人もいます。女性専用の安心感は多くの方がメリットとして挙げており、異性の目を気にせず通える点は好評です。一方で、コーチや他会員との距離の近さは励みになるという声もあれば、慣れ慣れしくて苦手と感じる人もいます。勧誘や物販の営業がしつこいと感じるケースもあれば、そうでもない店舗もあり、対応には差があります。大会時の対応も店舗によって異なり、スムーズな場合もあれば事前申請などでトラブルになる場合もあります。おすすめできるのは運動習慣を身につけたい初心者や中高年女性、周囲に男性がいると緊張する人など、おすすめできないのは本格的な筋力アップを求める人や時間の融通が利かない人、営業的なやり取りが苦手な人です。カーブスは手軽さと続けやすさを最大の売りにしており、運動が苦手な人が第一歩を踏み出すには最適な環境です。成果を出すためのサポート体制も整っており、多くの体験者が通ってよかった、体が変わったと感じています。それではまた次回のリアルボイス図鑑でお会いしましょう。あなたの初めてが後悔のない一歩になりますように。